Yeah, welcome to MA Superbike Series Round 3 in the LAGUNA SECA Super Sport Raceway。 ラグナセカの名を世界的にものにしたコックスクリュー。強烈なダウンスロープを前に恐怖心を感じないライダーはいない。そんなラグナセカスーパースポーツレースウェイを舞台に AMA ナショナルロードレースシリーズ Round3 がスタートしようとしている。すでに消化された2戦を振り返る限りこのレースもワイルドなものになるだろう。デイトラン200マイルでは歴史的なエンディングが演じられた。エディ・ローソンはわずかの差でスコット・ラッセルを破る。フェニックスではさらに激しいフィニッシュが演じられた。ダグ・ポーレン、パスカル・ピゴッティ、そしてスコット・ラッセル、かつてないエキサイティングなエンディングを駆け抜けていった。そして第3戦ラグナセカ、ここでも素晴らしいレースが展開された。 Alright, stick around you guys and are you ready? Get ready in the Laguna Seca. What we'll look at in the beautiful raceway of Laguna Seca in California, my favorite is Part 2。 カリフォルニア州モントレーにあるラグナセカスーパースポーツレースウェイ。緩やかな起伏に富んだ大地にテクニカルコースがレイアウトされている。オープニングレースからエキサイティングな展開が続いている AMA ナショナルロードレースシリーズ Round3 ラグナセカも楽しみだ。このラグナセカスーパースポーツレースウェイは美しい自然に恵まれたサウスカリフォルニアモントレーに位置している。リゾートとして知られるモントレーは太平洋に面した静かな街だ。ラグナセカをホームコースというワールドチャンピオンワンレーニーは最近になってロサンゼルスからモントレーに移ってきた。タフなスケジュールをトレースする彼にとってもここモントレーは心休まる素晴らしいホームタウンなのだろう。しかしこのウィークエンドだけは様子が違っている。ウエストコーストに集まってきたバイカーたちはこれから始まる激しいレースに注目をしている。And it's easy to understand why thousands of motorcyclists have flocked to Laguna for the weekend. このレースを一緒に楽しんでくれるのはデーブ・サドウスキー。よろしく。さて、これから始まる AMA ナショナルロードレースシリーズ Round3 ラグナセカ。まず注目したいのはディフェンディングチャンピオンスコット・ラッセル。これまでの2つのレースで勝利をつかんでいない彼はこのレースを最後にスーパーバイク世界選手権に旅立つことになっている。チャンピオンとして勝利をつかむ最後のチャンスということになるだろう。最大のライバルダグ・ポーレンに負けるわけにはいかないだろう。しかしここでもドゥガッティはグッドコンディション。イタリアンレッドのマシンラグナセカのレイアウトにとってもフィットしているようだ。There's one thing all these riders have in common. Just like Ski and myself, they love Laguna. Right on. It's a lot of fun to ride here at Laguna. That's one of the things I look forward to when I come here. The track's a good layout for my Fastback Ferracci Ducati, and it's good for me. I like technical race tracks. And it's pretty picturesque around here. It gives you some good feeling, you know, especially at the corkscrew or on the straightaway just before the corner one with a really fast straight with a little corner on the middle. Yeah, it's a really fun track to ride. It's a beautiful racetrack. It's well prepared. Plenty of runoff. It's real safe for the riders. It's, you know, probably one of the best facilities in the country to come to. I love always a corkscrew though. That's the favorite part for me. コックスクリューに挑むトップライダーたち、みんないい表情してるね。この4人のトップライダーをはじめ世界中から集まった33人のライダーたちが勝利を目指してグリッドにすでに並んでいる。その中でも誰よりも勝利を望んでいるのは当然スコット・ラッセルだろう。強力なライバルに対して激しい闘志を燃やしているはずだ。さてここで第2戦終了時点までのシリーズランキングを見てみよう。ランキングトップはスコット・ラッセルだが、このレースの後世界選手権に参戦するラッセルのポイントはチャンピオン争いに関係しなくなっている。実質的には AMA のタイトル争いをするのはダグ・ポーレン、ミゲール・デュハメル、トム・ギップ、そしてデール・クォータリーまでクロスゲーム。このトップ5に続くライダーを見てみよう。この中からタイトル争いに加わりそうなのは7位のピコッティと9位のコーリン・エドワーズ、ヤングライジングスター。シリーズが進むにつれて彼らはきっと上位に食い込んでくるはずだ。さてここでダグ・ポーレンのドゥガッティに搭載されたカメラを使ってワンラップ約2マイルのテクニカルコースを紹介してみよう。コークスクリューの映像はとても迫力あるシーンだ。ストレートを登り切ったポイントにある第1コーナー、ここはアクセルを一気にワイドオープン。そして第2コーナーはハイスピードのままマシンをスライドさせながらクリア。難しいコーナーだ。そして第3コーナーではシフトチェンジしながらマシンを右へターン。この路面は想像以上に荒れているバンピーなところ。そして第4コーナー、とても難しいポイントだ。微妙なアクセルワークとシフトチェンジに注意して第5コーナー。
ードブレーキングから第5コーナーへアプローチ。ここはカントがついているポイントだ。ここでマシンのスピードはいくらかスポイルされてしまう。そして第6コーナー、有名なコックスクリューに向かう他のポイントだ。ここからコックスクリューを一気に駆け下りていく。それではポーレンにラグナセカのインプレッションを聞いてみよう。I think just an overall average for the whole racetrack to make sure that all the bumps and little niches on the racetrack, that cause the suspension to get worked a little bit harder than normally. Those are the things you got to look out for and get set up. As soon as you get the base settings on the bike ride, then you start trying to fine tune it for the different parts of the racetrack where you want to get a good drive and a good advantage. And that's probably turn 11, the last corner going on the front straightaway. It's real important to have that because that's the drive right to the start-finish line. ラグナセカでのポーレンのライディングが実にファンタスティック。このポーレン、コースレコードでポールポジションをゲット。Yeah, I could tell it was a track record when I ran it. It was one of those kind of laps where I knew that I'd made up some time in different places that made the difference, and I knew that it was probably enough of a difference to be faster than I ran last year. So I felt pretty good about it. そしてもう一人、怪我によるブランクからカムバックしたジェイミー・ジェームス。彼の活躍に大きな期待が集まっている。Jamie James is back after 4 months on the injured list. We'll hear from him when we come back to Laguna. AMA Road Racing is brought to you by Kawasaki. Kawasaki, let the good times roll. And by Suzuki. Your Suzuki motorcycle dealer has the ride you've been waiting for and the financing to get it. And by your local Yamaha dealer who invites you to see their exciting line of motorcycles and ATVs. And by Honda Motorcycles, the leader in on and off-road fun. Come ride with us. And by Dunlop, the world's winningest motorcycle tire. Welcome AMA National Road Racing Round 3。世界で最も素晴らしいスーパーバイクライダー、ポーレンとラッセル。このウィークエンド、彼らは全く逆の結果を導き出したようだ。ポーレンは1分28秒734のコースレコードを記録。ファイナルでのイニシアチブを握っていることは間違いないだろう。クオリファイでセカンドポジションを獲得したラッセル。だが彼はとても大きなトラブルを見つけることになったようだ。ラグナセカではラッセルのホームコース。ここで用意されたエンジン、伝説のチューナーと呼ばれるロブ・マジーによってハンドビルドされたらしい。Well, it is true. It's probably the first motor that I've built myself, and sometime they don't let me work on anything anymore. So everybody was gone, so I built it. And I can't say what's special about it. It's got some things in it we want to test, and we don't want to tell everybody about that. Secret stuff? Secret stuff. Did you remember how to do it? Oh, it was difficult. I had to go get the book. ラッセルが期待していたエンジン、練習中にブロー。いつものスペアエンジンを使わなければいけないことになってしまった。しかし、ラッセルの自信は全く変わらない。Yeah, I'd like to get in with Doug. We always have good races wherever we go. It seems like we're always tied together somehow or another, and it's good for the sport, to have two guys going at it like that, and so to build a sort of a rivalry out of it. And Doug's a good racer, and I'm real proud to beat him every time I can, and hope he feels the same way. But yeah, I'm real happy to be here. スーパーバイクを代表する彼らがビクトリーレーンに戻ることを期待したいぜ。さて、ポーレン・ラッセルに続くポジションはマジー・川崎をライディングするミゲール・デュハメル。そしてこのレースが復帰第一戦となったジェイミー・ジェームスもファーストローに並んでいる。89年のチャンピオンであるジェームスは昨年大クラッシュ。手の複雑骨折で長い治療期間を過ごすことになってしまった。フェニックスに続きデイトナの参戦も諦め、エディ・ローソンのウイニングランを見守っていた。でも今はライディングできるまでに回復。ライバルたちに囲まれ久しぶりのレースを待ち構えている。Actually, Ralph, it was his left hand that was hurt, and coming back from that was difficult. Well, it was a little tough at first because at first I didn't even know if I was going to be able to come back because I've been through, some injuries before, but never a hand injury. You never know what to expect because, you want to tell yourself, oh, you're ready to come back and you're gonna be right up there again, but you always have a little bit of question in the back of your mind, and these guys won't wait on you. You know that. ライダーとしては苦しい時間だったが、これはラグナセカの勝利にはプラスだったことだろう。When I come to the racetrack, that's the way I try to think. That's what I get paid for, and I'm going to try my best.
I feel pretty good about the machinery and the bikes are good. We'll give it a good shot. Well, a good shot from Jamie James has got to be a cannon shot, I tell you. Now let's go take a look at row number 2. セカンドローにはバーンス&ハインズのルーキーコーリン・エドワーズ。 その横にはオレゴンに移り住んでいる日本人ライダータイガー・ソーワ。行くぜ、マジ川崎のマシンをライディングする。さらにフロリダ出身のナショナルチャンピオン吉村鈴木のトーマス・スティーブンス。 One thing about myself and my team, we're kind of unknown quantity at this point. We showed some potential at Phoenix by running up front. Daytona didn't go very well for us, but coming into this race, the Team Suzuki people have been working real hard to give me what I need to run up front, and I think that you'll see that this weekend. Everyone else is kind of set as far as their teams. They know their machines, they know the riders. I'm the wild card of the group, and I think you're going to see that this weekend. 91年のナショナルチャンピオンスティーブンスは移籍した吉村鈴木で確かな手応えを感じているようだ。好調を感じさせているピコッティはセカンドロー最後のグリッドからスタート。サードロー以降からも注目のライダーがスタートをする。サードローの中央からはランキング5位のデール・コータリ、そしてフォースローにはデイトナ200マイルの優勝経験もあるジョン・アシュビン、さらに後方からはカナディアンライダージャック・ジャネット、そしてドゥガッティをライディングするデビッド・キーファー。それ以外にも後方からはリンゼー・トーマス、アンドリュー・ストラウド、フィリッツ・キリングらも上位を狙っているようだぜ。Alright, we'll soon start the Superbike Laguna SECA. We wish all the best riders. さあグリーンフラッグが上がれた。ラグナセカのトヨタグランプリがいよいよスタート。ディアメルがものすごいスタートを切っている。その直後にラッセルが続いている。怪我の後遺症が心配されたジェームスも彼らと共にトップグループに加わっているようだ。ポールシッターのポーレンはトップグループのずーっと後方、スタートで大きく遅れ10位あたりでライディング。チャンピオンシップを争う上でもこれはとても大きなミスになりそう。ここでディハメロパスでラッセルがトップをダッシュ。2位に後退したディハメロの後方にジェームスが健闘している。このままトップでコークスクリューをクリアできればオープニングラップは間違いなくラッセルのものになるはずだ。Russell looked at the qualifying times before this event, and it's so tight. He knows he's got to get down to business early in this race if he's going to be a factor for the win. If you want to see something beautiful, stay with us. Watch this. Superbikes to the corkscrew. コークスクリューに飛び込むラッセル。しかしディアメル、ジェームスの2人がラッセルの頼りに接近をしている。ラグナセカのレースはオーバルコースとは違った迫力を備えているようだ。ラッセルのマジー・川崎、レフトターンからウィリーで立ち上がってくる。続く第10コーナーをスムーズにクリア。後続との差を次第に広げているようだ。だがディハメルはここで諦めてはいけない。ここでラッセルについていけば必ずチャンスがある。オープニングラップはラッセルがトップ。ディハメル、ジェームスの後方にわずかな差が開き始めている。優勝候補の一人ポールポジションからスタートのポーレンは10位。彼が犯したスタートミスは大きなハンディを作り上げてしまったようだ。ルガッティの V ツインは思ったほど回っていないようだ。ポーレンはラグナセカに合わせたセッティングにロングなギアレシをチョイスしたらしい。多分トップからサードギアまでの4速しか使っていないだろう。これでは随分とピックアップが悪いはずだ。ストレートで次々とパスされていく。ソーワー、スティーブンス、スミス、キャメル・ホンダもポーレンをパスしていく。これは苦しい展開になりそうなポーレン。さて現在トップグループだがディフェンディングチャンピオンラッセルが相変わらずトップ。2位にデュハメル、3位にジェームス、そして少し間隔を空けてプライベーター最上位のコータリーが第4位のポジション。トップ3は激しい序盤戦のドッグファイトを展開している。おお、強い風がトヨタのパネルをコース上に吹き飛ばしている。これは危ない。ジェームスがパネルをヒット。これが発泡スチロールでなかったらシリアスなクラッシュになるぜ。コークスクリューへのアプローチ。2ラップ目のコークスクリューが迫ってきた。依然トップはラッセル。しかし2位につけているデュハメルがラッセルをピタッとマークしている。ジェームスも先行する2人に接近。テール2ノーズ。
復帰第一戦とは思えないライディングでマジー川崎のトップ2にプレッシャーを与え続けているようだ。このトップ3をチェイスする後続は混戦模様。いつものように最悪のスタートを見せたポーレンがようやくペースをつかんでペースアップ。ハイアベレージで11コーナーへアプローチする。最終コーナーに向けてタイガーソワのテールに接近。Yeah, we got a replay over dangerous and picture again. Oh no, watch out then because they has risked every race, you know what I mean? Be careful, huh? さあこれはさっきの危険なシーン、ジェームスがパネルにヒットした後コース上に飛び出したパネルに向かってピコッティがまた目突っ込んでいく。危ないね。乗れているライダーは恐怖心さえ麻痺させてしまうのかもしれないけど本当に危険だぜ。オンボードカメラを搭載しているのはファーストバイフィラッチのドゥガッティダグポーレンのマシンだ。直前を走っているのは我らがタイガーソワ。ディフェンディングチャンピオンのラッセルがトップをキープ。本コースを駆け抜けるラッセルで、ここまでデュハメル・ジェームスにつける隙を与えない見事なライディング、さすがだね。だが GP マシンからスイッチしたばかりのデュハメルも復帰第一戦のジェームスも偉大なチャンピオンに対して素晴らしいライディングを見せている。いいファイトだ。その後方ではコータリとスミスの4位争いが展開されている。ストレートでトップスピードに勝るスミスがあっさりと4位をダッシュ。第1コーナーでこの2人がなんとサイドバイサイド、そのまま第2コーナーでも接触しそうな接近戦。しかしワイドなラインを取るスミスがリードを広げていきそうな気配。そしてなんとすでにダグ・ポーレンがスミスとコータリの後ろに6位までポジションアップしているぞ。トップ6に浮上したポーレンのマシンからの映像だ。次第にペースを上げてきた彼は上位へ進出。瞬く間にパスをしたのはスミスと激しく競り合っていたコータリだ。さらにスミスのテールが近づいてくる。トップをキープしているラッセル。しかしトップグループはさらにタイトな接近戦を演じているようだ。4位争いをしているのはスミスとポーレン、そしてコータリ。出遅れたポーレンが次第にペースを上げているようだぜ。ポーレンの直前にはキャメル・ホンダのスミスが RC3 マのライディング。このマシンのハンドリングはとても安定している。ラグナセカとホンダのマッチングはかなりいいのかもしれない。コータリの後方にはキャメル・ホンダの切符を迫っている。さあトップグループの後方ヒートアップしている4位争いはスミスとポーレンの戦いだ。それにしてもポーレンのスピードはすごい。まだレース序盤だというのにスタートの出遅れを取り戻そうとしている。レコードホルダーにふさわしいライディングを見せているぜ。まもなく最終コーナーを立ち上がるスミスのテールに接近するポーレン。メディアセンターの真下を通過してタイトな左コーナーへアプローチ。スミスのインサイドにラインを取る。軽量なマシンのカーボンディスクの威力をフルに発揮。さあここではスミスが攻撃的なラインで4位を守っている。ホンダのマシンでポーレンを抑えるのはスミス。いや彼にとってはハイリスクなライディングだろう。キャメル・ホンダのスミスがワールドチャンピオンのポーレンを抑えて第4コーナーをクリア。ポーレンはスミスとの間隔をここでも詰めている。しかしあまりスミスに手こずっているとその間にトップグループの差はどんどん開いてしまうだろう。さあようやくポーレンがスミスをパス。これでポーレンは4位に浮上。トップグループは相変わらずタイトなドッグファイトを展開している。その後方からはスミスを従えてセカンドグループのトップを走るポーレンが追い上げを開始。クオリファイタイムに近いラップを刻んでいる。速いぞ。コークスクリューのアプローチで激しいブレーキングだがこの激しいライディングを続けているとレース後半彼のタイヤがチェッカーまで持つかどうか心配だ。ラグナセカはとてもハードなレイアウトだ。マシンが直進している時間は極めて短い。つまりいつもバンキングの状態にありポーレンでなくてもタイヤへの負担は大きいだろう。ポーレンのハードプッシュがいつまで続けられるのか。トップグループに加わってからも同じようなアベレージをキープできるのか。ピット前をフル加速で通過していくトップ3だがジェームスがわずかに遅れ出している。負傷の後遺症なのかそれともタイヤの消耗なのか。いずれにしろポーレンの新しいターゲットになるのは間違いないだろう。対してポーレンは相変わらずハイペースなライディング。スミスを次第に引き離しているようだ。軽量なドゥガッティはライバルと比べてタイヤの消耗も少ないようだ。The question is just how hard can Doug Poland push? Russell, we know, is running good, consistent lap times. If Doug Poland pushes
スミスの後方、4、5台のマシンが集団を作り6位争いを競っている。この集団のトップはコータリー、キップ、ピコッティ、そしてエドワーズが続いている。トップ3に続いてポーレン、スミスが第6コーナーへ、そして大きな集団をリードしてコータリーが大健闘を見せている。コータリーはトッププライベーターとしても、そして数少ないミシュランユーザーとしても注目されている。現在のところコータリーのウィークポイントはやはりこのミシュランタイヤ。それでも彼は諦めずにマシンのセットアップに懸命。年間$5万でロブマジーからマシンをレンタル。メンテナンスはもちろんマジーが行い、開発も活発に進められているようだ。トップ2のマジー川崎と同じようにコータリーの川崎は高いポテンシャルを持ってるぜ。Welcome AMA Superbike LAGUNA SECA into the middle of the game in the fight。 スタートの出遅れから猛烈な追い上げを見せているダーグ・ポーレン。トップグループから遅れたジェイミー・ジェームスを捕まえ3位争いを展開している。イタリアンレッドのドゥガッティを蹴るポーレン、バンス&ハインズ、ヤマハ・ジェームスのテールの先には2台のマジー川崎が見えているはずだ。最終コーナーを立ち上がるジェームス、ここでリアタイヤをわずかに滑らせてしまった。直後からスムーズに立ち上がったポーレンはあっという間にストレートで3位に浮上。確実にトップ2ラッセル・デュハメルの間隔を縮めているようだ。ジェームスはソフトコンパウンドのタイヤをチョイスしてしまったようだ。それにこのレースジェームスにとっては久しぶりのレース。使用していた手の問題、体力的な問題、それに現在には精神的にもポーレンには及ばないはず。マシンを比べてみてもこのレースはポーレンが1枚上手かな。ジェームスを従えて猛烈な追い上げを見せているポーレン。ここまでの2戦でポーレンはスタートミスから猛烈な追い上げを見せている。ラグナセカでも全く同じゲーム展開だ。トップを追い上げるダグ・ポーレン、ハイスピードを回るコークスクリューへアップエンダウン。ジェームスは完全に引き離されている。And you can see our leaders were going through lap traffic as Poland now turns left, drops down into the corkscrew, then flicks the bike to the right almost immediately, and then back to the left. And you saw his foot slide off the peg there. バックマーカーをパスしながらラップを重ねるトップ2。ポーレンの追撃に刺激されてデュハメルがラッセルにチャージを仕掛けている。もしチームメイト同士のファイトが始まると彼らのペースは当然のごとく遅くなり、ポーレンにとってはビッグチャンスが訪れる。いや、ポーレンは確実にトップ2を狙っている。ストレートから第1コーナーにかけてバックマーカーの間を縫って走るラッセルとデュハメル。ポーレンとの間隔が縮まり始めているのはバックマーカーの処理に手間取っているかもしれない。これは危ない。一方チームメイト同士のトップ争いはラッセルがペースを上げ落ち着きを取り戻し始めている。今のところリーダーはラッセル。With the rear end sliding around. You come out of this corner, same thing. It sort of rolls off camber. Nice wheelie out of Russell going into turn 4.Sweeping through turn number 4 on that short shoot as we watch Duhamel. オープニングゲームのフェニックスではレース後半トップは1台の川崎、2台のドゥガッティという展開だった。もしこのままポーレンの追い上げが進めばラグナセカでは2台の川崎に1台のドゥガッティでのファイトになる。ポーレンが追いついてきても展開から言えばマジー川崎の有利は確実、アドバンテージは十分にある。ラッセルの後方で2位をキープしているデュハメル。彼がポーレンを抑えることになればラッセルは国内最後のレースで勝利をつかむことになる。しかしポーレンの追い上げはハイペース。川崎対ドゥガッティのトップ争いは確実に訪れるようだ。On that fast by Ferracci Ducati, a motorcycle that has always seemed so mechanically strong, could be showing a weak link here today. ドゥガッティは今のところ順調そのもの。水温も安定しているしエンジンのピックアップも良さそうだ。スクリーンの向こうには最終コーナーにアプローチをする2台の川崎がはっきりと映し出されている。さあ行くぞ。ストレートのトップスピードは川崎がわずかに上回っているかもしれない。でもこのままトラブルさえなければレース終盤ポーレンがトップグループに加わることはもう間違いない。ただポーレンのマシンは時折エグゾーストから復縁を吹いているのはちょっと気にかかる。何かトラブルの兆しが出ているのかもしれないね。もしそうだとするとポーレンはレースを完走するためのライディングに徹しなければいけないだろう。リアタイヤがスライドしているかどうかが鍵だ。もしオイルを吹いているならばそれはすぐにわかるはずだ。しかしポーレンのペースは全く落ちていない。時折1万1000回転のレッドゾーンを超えている V ツインのエンジンはこの激しいライディングに最後まで耐えられるだろうか。デュハメルが近づいたからこそポーレンのアクセルはこれまで以上にワイドに開けられるだろう。
さあポーレンのオンボードカメラにデュハメルのマシンが捉えられている。これまでになんか激しい追い上げを見せるポーレン、ついにトップグループに加わることになる。確実にラッセル、デュハメルを追い詰めていくポーレン。第9コーナーをクリアするとバックマーカーがコース上に。この混乱を利用してデュハメルがトップを奪っている。マシンの間を走り抜けていくトップグループはエキサイティングな接近戦ドッグファイトは訪れることを物語っているようだ。オンボードカメラはバックマーカーに揉まれながら最終コーナーにアプローチをする。ラッセルを捉えている。デュハメルの方が攻撃的にアグレッシブにバックマーカーをパスしているように見えるが、トップスピードはマジー川崎の方が速いようだ。ストレートでデュハメルとラッセルがポーレンとの間隔をわずかに広げているように見える。デュハメルとラッセル、そしてポーレンは等間隔。ルガッティはコーナリングでラップタイムを切り詰めているらしい。アプローチスピードとコーナリングの中間スピードは確実にルガッティとポーレンが上回っているようだ。だがマジー川崎のトップスピードはもう抜群。テクニカルコースのラグナセカではどちらが有利と簡単に言うことはできない。それぞれのセッティングの違いがはっきりと現れている接近戦と言えるだろう。ただエンジントラブルでスペアを使っているラッセルだが、このトップスピードはやはり本物だ。ラッセル、ポーレン、2人のチャンピオンに従えてトップへ行くデュハメル。あまりに激しいトップグループのライディングにバックマーカーはラインを譲っている。ラッセルは軽く手を挙げてバックマーカーに合図を送る。激しいバトルの中にスポーツマンシップが感じられ、実にいい、まさにフェアプレー。He'll slot in behind Duhamel and try and get out of the way of Russell and Poland. Russell gives him a little hand gesture there. ポーレンのチャージを受けているラッセルは最終コーナーに向けて鋭い加速を見せている。デュハメルの前に出てポーレンを抑えさせたいのが本音だろう。And it looks like Russell's hard on the gas here out of 11, and he wants that lead back from Duhamel. さあコントロールラインではグリーンと白のチェッカーが振られている。これはレースが後半に突入したことを知らせるフラッグだ。さあ再び接近するデュハメルとラッセル。2人を追うポーレンのマシンはやはり白煙を吹いているようだ。どうもクラッチケースからオイルの漏れらしい。漏れたオイルがエキゾーストに飛び散り、それが白煙を吹き上げているように見える。ポーレンのマシンがこのままチェッカーまで走りきれるのか。これは微妙な状況を迎えているようだ。当然ポーレンは自分のマシンのトラブルには気がついているはずだから、彼はあえてラッセル、デュハメルの前には出ないかもしれない。いいプレーだ。ポーレンが後方を振り返ったのも自分のトラブルに他のライダーを巻き込みたくないからだろう。もしマシンがチェッカーまで走りきれるとしたら、きっとポーレンは最終ラップにしか勝負を仕掛けないだろう。だがトラブルに気がつくほどのオイル漏れだとしたら、彼のブーツはオイルにまみれているはずだ。それよりもリアタイヤのグリップにも深刻な影響を及ぼしているかもしれない。時折大きなスライドを見せるのはタイヤの消耗よりオイルの影響ではないだろうか。レースをリードしているのはデュハメルとラッセル。ポーレンは先行する2人の後方でチャンスが訪れるのを待っているようだ。依然としてトップはデュハメル、そして一層激しいチャージを見せているのが2位のラッセル。マジー川崎の2人は実にアグレッシブなライディングを展開している。チームメイト同士のバトルはさらに激しくなってきたようだ。That is Miguel Duhamel on bike 17, his Muzzy Kawasaki teammate Scott Russell on bike number 1. 一方ポーレンはトラブルを抱えたドゥガッティをコントロールし3位のポジションをキープ。しかしトップ2との間隔は一定で、ポーレンがバトルを避けて様子を見ているのは明らか。デュハメルとラッセルのように競り合っていては後半までタイヤの性能はどんどん落ちていくばかり。
それでもこのトップ3はタイヤの消耗にも気を使い始めたのかもしれない。少しペースが落ちてきたのは彼らがそれぞれに作戦を考え始めたからだろう。ラッセルもスキアラはトップを狙いながら今のところはデュハメルのペースに合わせているようだ。Yeah, with Miguel out front here, I think he's slowed down the pace dramatically. I'd be surprised if it would be Jamie James or somebody from behind being able to catch this lead trio, because all these guys are doing right now is slowing their pace down. Probably saving rear tires. そして現在4位につけているのはコーリン・エドワーズ。チームメイトのジェームスをパスしてレース中盤をラップしている。トップ3とエドワーズ、ジェームスとの間にはすでに逆転の可能性を感じさせない大きなディスタンスが出来上がっている。Stereo up front and stereo in the back here. These Vansenheim Yamahas are beautiful, aren't they, Ralph? ラグナセカの最も魅力的なポイント、コークスクリューを駆け下りるトップ3。ここはリズミカルなライディングと恐怖心に対抗してアクセルを開けることが大切。アクセルを開けきれないとフロントのトラクションが増して思わぬスリップダウンを起こしてしまうからだ。There's a huge back gap all the way back, I should say, to fourth position with Edwards sitting there and his teammate right behind him. さて落ち着きを取り戻してきたトップ3。バックマーカーによる混乱も今だいぶ落ち着いている。それにしてもこの争い後続を大きく引き離している。だがルーキーのエドワーズが4位につけていることは彼が新しいスターになる可能性を感じさせている。世界に送り出したいティーンエイジャー。さあ静かにデュハメルを伺っていたラッセルが中速コーナーの立ち上がりで並びかけていく。しかしこの作戦はデュハメルがいいディフェンスを見せる。さらにまたしてもバックマーカーが目の前に現れてくるぞ。トップ3の感覚が微妙に変化し始めている。トップ3のそれぞれが決め手にかけるレース終盤、バックマーカーの処理が大きなハンディになることも考えられる。Yeah, he's thinking about that knee that the doc fixed for him a couple years back. Now the number 94 going past Stephen Futrell, who goes down the lap. And we still saw more of that smoke pouring off of Poland's bike. It is really going to be interesting to see if he is going to have anything left. デュハメルがアグレッシブなライディングで強引にバックマーカーをパス。うまい作戦だ。ラッセルはこれをパスできず、デュハメルとの差を大きく開いてしまった。最終コーナーでもデュハメルは同じ作戦に出る。その後方につけるポーレンを落ち着いてラッセルをマークしているようだ。トップグループがペースを落としている間にジェームスを振り切ったエドワーズが追い合いを見せている。レース終盤を迎えた今、コース上ではエドワーズが最も速いペースでラップを重ねている。このレースがスーパーバイクで3戦目ということを本当に忘れさせてしまうような素晴らしいライディングのエドワーズ。この混戦をうまく乗り切ればエドワーズはトップグループを捕まえることももう可能だ。初めての表彰台に周囲の期待は高まっていくぞ。Ralph, Colin Edwards right now, I believe he's the fastest man on the track. These guys are sort of lollygagging around front. Colin Edwards he can see these guys and he's taking off after them. Remember, this is only the third time that Colin Edwards has ridden in an AMA Superbike National. And there you see him sitting fourth position right now with 21 of 29 laps down. 素晴らしいレースが展開されているラグナセカスーパースポーツレースウェイ。3万人を超える観衆がこのレースのためにやってきた。そして彼らはデイトナで死亡したジミー・アダムの追悼になんと1万6000ドルの寄付を集めることになった。Jimmy's death is going to leave a great void in the AMA road racing scene. I competed with Jimmy in the early part of my career. We're going to miss you, buddy. We'll see you in heaven. カリフォルニア州モントレ、美しいリゾート地と知られる静かな街。その他にレイアウトされたラグナセカスーパースポーツレースウェイはメーカーにとっても重要なポイントだ。ビッグレースが開催されるラグナセカには全てのメーカーが大きなディスプレイテントを持ち込んでいる。穏やかな気候に恵まれたカリフォルニアは彼らにとっても重要なマーケットだから。
最新のモデルを展示し、全てのラインナップを誇らしげにディスプレイ。素晴らしいレースとのコンビネーションで彼らは大きなビジネスチャンスを追求する。Welcome back in the National Road Race Round 3。ファイナルレースは終盤戦に突入している。チェッカーまで残りわずかとなった現在、トップは3人のライダーが激しくドッグファイト。デュハメル、ラッセル、そしてさらにその後方からはポーレン、そして最もエキサイティングなライディングを見せているのはバインス・ハインズ・ヤマハをコントロールするルーキーコーリン・エドワーズだ。デュハメルをピタリとマークしていたラッセルがフロントをスライドさせてラインを外してしまった。すぐに追撃に移ったが、この間にポーレンがデュハメルに大接近。ラッセルのミスをついてデュハメルのテールに迫ったポーレン。ここまでの展開でじっくりと様子を見ていたのは明らかになったようだ。頭脳的なタクティクスをポーレンはしっかりと組み立っていたのだろう。ブレーキングミスをしたラッセル、すぐに復帰したがあっさりとポーレンがパス。ブレーキングでデュハメルに詰め寄ったポーレンはトップを狙えるポジションをついに手に入れた。さて一気に緊迫してきたトップ3。ラッセルの後方にはエドワーズの姿も下がってきている。このレースを最後に世界選手権に参戦するラッセルは何としてもここで勝利を手にしたいはずだ。ピットではロブ・マジーがラッセルの姿を追っている。ここまで来たらあとはライダーに全てを任せるしか。ピットクルーにできることはライダーの幸運を祈るだけだ。さあ2位に浮上したポーレンはこのチャンスを逃さずデュハメルにアタック。トップを守ろうとしているデュハメルにポーレンはこれまでとは違いアグレッシブなライディング。アウトから仕掛けたポーレン。続くコーナーではインからアタッキング。デュハメルは防戦一方。ポーレンを抑えるのに必死だ。さあアウトサイドから投げかけたポーレン。フルブレーキングでテールを踏みながらアプローチするデュハメル。接触とこの感激を縫ってラッセルが3位から一気にジャンプアップ。これでトップ3のオーダーはラッセル、デュハメル、そしてポーレン。レース終盤を迎えてがぜんヒートアップしている。これがポーレンのオンボードカメラで見た映像だ。並んだというよりデュハメルの前に出ているようだ。アプローチでデュハメルを下げたポーレンがコースアウト直前で立て直し復帰。しかしトップ3は依然としてタイトな接近戦を展開。クロスゲーム、目の前に迫ったチェッカーに向けてスリリングなドッグファイトが続いている。Tremendous finish we're setting up here at Laguna. Three of the best riders in the world having at it on one of the most challenging circuits you'll find anywhere. Boy, I wish Scott wouldn't turn around and look like that. He just gets too confident towards the end of these races. He's got to keep his head down. He's got to stay focused on what's ahead of him. 自らのミスでトップを明け渡したラッセルは冷静なタクティクスとライバルのミスにつけ入り再びトップに浮上。ディフェンディングチャンピオンらしい落ち着いたレース展開だ。We haven't really seen any of the riders have one stronger corner than another or one stronger straightaway than another. Here we see Russell pulling out way just a little bit about two bike legs. Now look at Boyd. You can see that bike moving around a lot more. He's really starting to wake it up a lot harder. A little bit more smoke coming out too. I think that oil leak has increased. It's come from a drip to a flow here. I don't know what Poland's got up his sleeve here, but he's got a problem to deal with. I don't know if we're going to see 100% of Doug Poland at the end of this thing or not, Ralph. そしてポーレンの猛烈なアタックに徹底して競り合っているデュハメル。彼の攻撃的なライディングはこのトップ争いをさらに興味深いものにしている。オイル漏れのマシントラブルを抱えながらシェアなライディングを続けているポーレン。彼のマシンは小さなスライドが多くなっているようだ。タイヤが消耗したのではなく、これはクラッチからのオイル漏れがひどくなっているからだろう。ポーレンがチェッカーまで走り切れるかどうか非常に微妙な展開となったことは間違いない。ラグナセカの壮絶なドッグファイトはいよいよスリリングなエンディングを迎えようとしている。チェッカーを目指して最後の力を振り絞るドッグファイト。AMA ナショナルロードレースシリーズ第3戦、スリルあふれる終盤戦が続いている。トップはディフェンディングチャンピオンのスコット・ラッセル。カナディアンライダーミゲール・デュハメルがもう1台のマジー・カワサキで2位を走行中。そして3位にはトラブルを抱えたドゥガッティをコントロールするダグ・ポーレンがつけている。レース中盤から続いているこのバトル、一時はエドワーズの追撃を許したように落ち着いた展開を見せていた。しかし終盤戦を迎えて再びヒートアップ。サイドバイサイドの凄まじい接近戦が展開をしている。さあ3人のラインがはっきりと分かれたアプローチ。ここでデュハメルがインからポーレンが2位に浮上。立ち上がりでテールスライドをしているのはオイルが
相当漏れている証拠だろう。I think some of that oil is not being burned on the pipe anymore, and it's making it. ポーレンに覆いかぶさる精神的なプレッシャー、きっと想像を絶するものになっているはずだ。He got around Duhamel. Now, can he get Russell? I think, boy, this is really going to be a hard victory to wrench away from Scott Russell. I think it's going to be hard for Miguel Duhamel at this point in time with that oil spraying up. It doesn't take long to get a mist over your windscreen. Looked like Duhamel slipping a little bit of the トッ front end プラッセルのテールを捉えているポーレン。しかしマシンのコンディションは実にスリリングだ。コックスクルーでわずかに差を広げたラッセル、最終ラップに向けてポーレンがじわっと詰め寄っていく。すごいバトルだ。 Russell gets a little bit stronger drive out of the corkscrew, carrying a lot of speed here under the bridge, going in down into turn 10. コーナーのアプローチで再びテール2ロードに持ち込むポーレン。 Now following Scott Russell is really difficult. He makes such aggressive steering changes. He comes across. この最終コーナーを抜けるといよいよファイナルラップに突入だ。 It's just almost impossible to pass him sometimes. さあカールの中で必死に潜り込むラッセル。振り返った先にはポーレンが迫っている。さらにその直後にはデュハメル。コーナーでは3人のラインが完全にクロスする。全てのコーナーでアタックが繰り広げられているかのようだ。 As we go down into turn 2. Now he chose wide and he's trying to square it off a little bit. Yeah, Doug Poland's not satisfied to be in second place right now. デュハメルがパスしたコーナーで全く同じようにポーレンがトップをダッシュ。いや、すぐにラッセルが前に出る。デュハメルも離れない。 Yeah, see what I told you, Ralph? He'll just come right across the front wheel. Boy, this is truly some precision flying. You've got to have all your senses working at optimum levels when you're going to battle these kinds of riders in such close competition. And I wouldn't throw Duhamel out of the ship. 立ち上がりでラッセルリアが大きくスライド。アクセル音が遅れたラッセル。ポーレンがパス。デュハメルのそれにアタック。 Got him! This is the last lap. And Poland drifts wide. Russell goes to the inside, but look at Duhamel. Duhamel goes to the outside. He'll take second. さあコックスクルーに真っ先飛び込んだのはポーレンだ。 These guys are saving their manners for the victory circle, Ralph. This is an all-out dash for the flag here. Great race. Oh boy, here we go down the hill. おっとデュハメルはポーレンを下げるためにフルブレーキング遅れた。デュハメル遅れた。トップはポーレン、そしてラッセル、デュハメル。まもなくそれぞれ最終コーナーに向かっていく。最終コーナーポジションが変わらない。ポーレンがトップで最終コーナーを立ち上がる。まもなくチェッカーズフラッグ。さあだがポーレン優勝、今シーズン2勝目をゲット。 here for Poland at Laguna Seca. AMA Road Racing is brought to you by Kawasaki. Kawasaki, let the good times roll. And by Suzuki. Your Suzuki motorcycle dealer has the ride you've been waiting for and the financing to get it. And by your local Yamaha dealer who invites you to see their exciting line of motorcycles and ATVs. And by Honda Motorcycles, the leader in on and off-road fun. Come ride with us. And by Dunlop, the world's winningest motorcycle tire. Yeah, AMA Superbike Series in the Laguna SECA was over right now. Top riders come back in a victory lane. Oh yeah, congratulations, new kind of cowboys. Laguna SECA のビクトリーレーン。劇的な優勝を飾ったポーレンがフラッチに迎えられている。チームスタッフも喜びを隠せない様子だ。しかしすごいレースだったね。今年の AMA スーパーバイクは目が離せない展開が続くことになりそうだ。Okay, this is the official result of the top 5. 第1位、ダグ・ポーレン、congratulations。さすがにワールドタイトルを取った男。第2位にはスコット・ラッセル。惜しくも1位を逃したけど、世界選手権ではグッドファイト。3位はミゲル・デュハマ。そして4位にエドワース。さあ、エドワースの活躍は忘れることはできないぜ。Let's hear what he has to say. To have the problems we had earlier in the week and get the bike, to qualify second, I was pretty, it was pretty iffy for me, to be able to even run with Doug. And then we lost some motor this morning, had to change, and the crew did a great job with the bike. We put our heads together and came up with a combination that got us around the racetrack pretty quick and led the most of it. And then it was just a great race. I'm real happy to be second. Here's another look at how ポーレンを追い詰めていたデュハメル、何が起こったのか振り返ってみたい。 Turn 9, Miguel, how did it happen? I almost had the race won. Coming down to the last corner, Doug went so slow into the corner number 9, I think it was up there. I almost hit him. I always took myself out there, and that's where I went so wide that Scott got by me for second place because I had second place nailed. And I had Doug, I had his number because I was much faster than he was in that corner.
And I mean, he went so slow, it took me off guard, and I almost hit him, and I had to go evasive maneuver. But I think any of the three guys could have won this one. It was a great race. I'm in the presence, and I think we're three of the best superbike riders in the world at this very moment right now. Boy, nobody will マシントラブルを argue 抱えていた that ダグ・ point, ポーレン Miguel, but we とて all も want ス to テディ know ーなレ about ース that 展開だ oil った smoke out of the winning Ducati. How about it, Doug? The catch can was full, everything was full, and it was just kind of seeping out. So I knew it, and I wanted to stay behind the guys. I didn't want to be leading and have those guys behind me, getting oil on them, because it was just a real fine mist. But I thought, hey, this is a good place to be. I know I can go fast. I did that early in the race, catching up. Worked out good in the end. Sounds like another smart 劇 ride 的な by シーンが多 Paul. く演じられたレース。特にドゥハメルがトップを失ったシーンは印象的だったね。 There were some moments between Miguel and myself there. Going into turn 5 was a real good one. And he got in there, he wanted to outbrake me. And he went on the inside and he figured out that his front end pushed on him. And he went wide, and I ended up having to stand it up and go wide too. It's kind of a heck of a deal. That's the way it goes, this race. That's racing is right. And to the winner go the spoils. For the second time in 3 races, Doug Poland picks up the Fast Traveler Award from Archer Travel. That's for his track record pole run, and the award includes 2 tickets to the destination of his choice on Northwest Airline. There's the top 5 as you see him. Jamie James finishes in 5th this afternoon after hanging on for a great run. 7th place today goes to Pascal Picard on the other Fast by Ferracci Ducati. A fine run for him as well. Back through the field, Thomas Stevens finishes 11th, and the Suzuki comes in just outside the top 10. As you take a look through the rest of the field, boy, what a great finish again, Skeet. It sure is, Ralph. In the history of AMA racing, I've never seen 3 bikes battle for the lead in so many races here. I'd encourage everybody watching to find out when the AMA circuit's going to be coming your way. Come out and check this out live. ワールドチャンピオンダグ・ポーレン、そして AMA チャンピオンスコット・ラッセル、彼らが演じた壮絶なバトルは言葉では語り尽くせない。Yeah, hey guys, and you will be the hero of the success in a story when a day to break all the riders who dreams on tomorrow. Yeah, that happened and corkscrew of a LAGUNA SECA today. Is that right? Yeah, that's right. The history of the modern motorsport and might have been the build-up up and from here. A new American dream is shining upon a battle which is around in the side by side at the corner. Yeah, this is AMA Superbike Series. See ya next race. AMA 750スーパースポーツレースのポールポジションは50番のチャック・グレイス。シリーズのポイントリーダーブリット・ターキントンは2番手のポジション。どうしたのかな。3位につけているのはゼッケン40番のカート・ホール、50番のチャック・グレイスのチームメイト。サドウスキーが表彰台に上がったフェニックスオープンの表彰の様子をちょっと見てみよう。右側がサドウスキー。今日は残念ながら彼を表彰台で見ることはできません。一体何が起こったのかな。デーブにちょっと聞いてみよう。Well, Ralph, I got a little bit too charged up at Laguna. I thought I could repeat a win there. Just got a little too overconfident on the first lap trying to chase this man. Lost the front end and went down in a big way. さあオープニングラップからブリット・ターキントンがかなりリードしてる。いいペースだ。しかしシールドが曇り始めるというハプニングによって10位でスタートした27番のマーク・マクダニエルと50番のチャック・グレイスが徐々にこの序盤戦ペースを上げてきている。真後ろに来るぞ。27番のマクダニエルは地元キャリフォルニア出身。今回もファンはたくさん詰めかけている。さらに後方では熾烈な8位争いドッグファイトが展開されている。スティーブ・ミズデル、続いて47番のアンソニー・ルーポ、7番のプリッツ・クレイン、11番のチャック・ダウニーと続く。ターキントンは今回初めてのファクトリーマシンでの戦い、現在のポイントリーダー。Now let's take a moment to find out more about Turk and specifically about how he came to be a professional motorcycle racer. Probably all those motorcycle magazines and stuff. You know, when I was a kid, I used to spend hours in the store just looking at those and making the store attendants pretty mad that I never bought one. But no, I got into the mini cycle thing and then the motocross and did that for about 10 years probably. And
it didn't really pan out. It started to, but after you do it for so many years, it just kind of you lose your adrenaline. And some friends of mine told me I should try road racing since when I was 16 years old, I bought a Suzuki GS 750, and that was my sole transportation. In 2 years, I put 40,000 miles on that bike, so I had plenty of time on the street. And I guess I probably did a few crazy things on it. And my friends told me, hey, you should go try that road racing. So I went to College Station, watched one, said, hey, I can do that. So here I am. さあ2連勝を狙うターキントン、さらにその後方には27番のマクダニエル、ハードチャージをしているぞ。11コーナーでこの最終コーナーの11コーナーでオーバースピード、ラインをちょっと音に膨らんだ。これは痛いね。その直後エンジンがスローダウン、ターキントンとのその差はぐんぐん開いていく。その後方には41番のソワ、来ますね。40番のホールと周回遅れの一段をすり抜けてこのレースの一番の見どころを作ってくれた。後半マクダニエルがずっと後退する一方、ターキントンはポイントリーダーらしくスーパーアドバンテージを持ってターキントンがそのままチェッカードフラッグを受けた。しかし本当に面白いドッグファイトシーンはその後ろにあったようだ。11コーナーに41番のソワ来るぞ。40番のホールがもつれるように突っ込んでくる。41番のソワコーナーに入ってクリッピングポイントをマークする。そこへスピードに乗ったホールがぶつかるようにインサイドに入ってきた。ごめんよ、でも3位は俺がもらったぜという感じだね。これは結局ソワ4位でチェッカードフラッグを受ける。それでもいいぞ。さてマクダニエルはなんとか2位につけた。レーンに降りてってエンジンがどうなったのかちょっと聞いてみよう。I'm not sure what happened. It started losing a little bit, and then maybe exhaust pipe came off or something. I decided to take it easy on the last lap and make it home. I was checking back behind me, and I seemed to have a bit of distance. So on the very last lap, I picked it up a little bit. I go, well, if this is going to do it, it's going to do it now. Okay, after the 3 of 11 2番の結果、ターキントンが19ポイントリードして現在のところトップ。いいぞターキントン、いくね。I only made one wrong choice, and that was my face shield. I went with a full rain face shield with no vents, and the whole inside of this cutter was sweating. I'm there holding my head up trying to see, but hey, I'm glad everything worked out. I saw my pit board, and I built a little lead there at the beginning, and then I saw it shrink, and then gain, and then shrink, but hey, it's tough when you can't see. ウィナーズサークルにいる SS750 の3位カートホール、気持ちよさそう。 Alright, congratulations, the top 3 のザ・new kind of cowboy. Have a good race again, alright? This is a 750 Super Sport race. Welcome anyway, Super Sport and 600 race. あの丘の向こうが有名なコークスクリュー。そしてコースのちょうど反対側がスーパースポーツレース 600cc クラスのスターティンググリッド。この SS600cc ポールポジションをゲットしたのはカナダ・モントリオール出身のミゲル・ダハメのマシンは川崎。現在のランキングテーブルちょっと見てみよう。デュハメルがターキントンに10ポイントの差をつけている。2つのレースを終了、デュハメルがその両方を勝っている。さあこのデュハメルがテクニカルコースラグナセカをどう攻めるか聞いてみよう。Well, to go out, get a good start, go real fast, and win. But now, basically, I just go out there and see what's going to happen. Depends on the start I'm going to get, and go from there. And if I think I can break away, I might just try to do that. That's the best way for me to win it. But if I can, then it's going to be real tight. I can see it 4 or 5 guys in there. So the 600 race is going to be a tough one. ミゲル・デュハメの強敵のトップはなんといっても今週すでにここラグナセカの 750cc クラスで勝っているブリット・ターキントンでしょう。 Well, I was out qualified yesterday also, and it seemed to work for me there, so I'm hoping it carries over onto today. Qualifying went fairly well. I think I could have got a better lap time, but there wasn't too many clean laps to be had out there, and I don't know what Miguel's situation was. Hopefully that was it for him, and I guess we're going to find out here shortly. さあそのターキントンはフロントローセンターポールポジションのデュハメルの隣からスタート。火花が散っているぜ。その横には地元キャリフォルニアベーカースフィールド出身のホンダに乗るトミー・リンチ、速いぞ。さあフロントロー外側にはゼッケン1番のキャメルホンダに乗るオハイオ州メントール出身のトム・キップ、行くぞ。さてスターティンググリッド後方を見てみよう。トム・キップのチームメイト
3番のランディ・レンフローが逃げるね。サードローにはゼッケン97番のハーレー・ダビッドソン、バリバリのマイク・ヘイル、いい選手だ。その後ろには若手43番のジェイソン・プリドモア。5列目、ちょうど真ん中にはゼッケン5番の鈴木に乗るジェラルド・ロスマン・ジュニア、彼の動きにも目を離せない。そして6列目、強豪揃いだね。7列目、さらに後方8列目、そして9列目、そして最後10列目。まもなくグリーンフラッグが下ろされる。さあスタートが切られた。ラグナセカ 600cc スーパースポーツレーシングがスタートをします。いいスタートを切ったのはやはりトミー・リンチ。いいスタート、ロケットダッシュです。いいスタートを切ってまもなく第2コーナーに差し掛かっていく。デュハメル、ターキントン、キップリス、若干の差をつけた。トミー・リンチ、アグレッシブなスタートを切る。オープニングラップのフォーメーション、まもなくホンダ、川崎、鈴木と続いて2コーナーを通過。第3コーナーへと入っていく。2コーナーから3コーナーにはサイドバイサイド、あるいはテール2の序盤戦のトップ争い。リンチが先頭、続いてデュハメル、キップ、そしてターキントンと第4コーナーに差し掛かっていく。トミー・リンチはやはり速い。彼にとってはここはホームコースみたいなものだから、決めているね。そしてまもなく左カーブの第6コーナーに入っていく。いよいよこのラグナセカ最大の急勾配、コークスクレートアップエンダウン。He is battling outside the top 10 and trying to close on the leaders. This leads them up to the corkscrew now as they make their way to the highest elevation point here at Laguna Seca. この 600cc スーパースポーツは西海岸からアップカマーがどんどん参加してるからね、ほとんど団子状態。いいレースだ。レース展開から見てみると非常に面白いクロスゲーム。次から次へとコークスクリューを滑り降りていく。Never-ending freight train of riders comes through and on the caboose, bike number 66, Chris Rogers. さあトップ集団は11コーナー。このグループの真ん中にはデュハメルがいるぞ。Going down to turn number 11. And Duhamel sits in the middle of that pack. 先頭の4台は全て日本のメーカー、3社のマシンが独占をしているホンダ、鈴木、川崎。AMA がこのクラスを企画した時、まあそうなるとは予想していたんだけどね。このレースどの会社が一番いいミドルクラスのスーパースポーツマシンを作るか、見本市みたいなもんだ。1位から4位、ホンダ、川崎、ホンダ、鈴木、ホンダが2台入っているね。おっとこれはすごいコーナリングを見せている。デュハメル、マジンチームの川崎、本当にうまくコントロールマシンをしているね。いいバンキング角度。デュハメルは低いコーナリングが大好き。本当にすごいバンキング角度だね。左のブーツからテープがちぎれかかってぶら下がっている。相当このトラックにこすっているんだろう。このスーパースポーツタイプのマシンはスーパーバイクとちょっと違ってステップが少し低い位置にある。それで時々問題が起きるんだけど、この連中ときたら何ともないみたい。平然としてコーナーを抜けていく。さあペースが上がってヒルクライム、まもなく第6コーナー。さあ左にバックしてコースアウトしないようにマシンを押さえながら、いよいよ第7コーナーを抜けてコークスクルーへと入っていくぞ。最初のブレーキングマークが見えた。あそこから急勾配が始まってドロップイン。さあトップグループの4台、誰がアドバンテージを持っているということはないんだけど、まあどのマシンもパワーも同じぐらい。でもミゲール・デュハメル、マジー川崎の方がちょっとパワーがありそう。あっとついに来た。デュハメルがリンチのインナーをついてラインを変える。リードを埋まった。ここら辺はやはり元 GP500cc クラス前ね。トミキップもさらにその後半から続けられるか。ミゲール・デュハメルはやはり特にこの混戦状態で非常に強い。こういうテクニックがいっぱい持っているね。レートブレーキも彼のその一つ。元グランプリライダー、それとやはりマジー川崎のスペシャルチューンのマシンも当然だ。さてもう一人のカナダ出身のスティーブ・クリビエが後方から迫ってきた。現在5位のポジション。リンチはちょっとコンセントレーションが落ちてきたかな。スティーブ・クリビエがトップグループに入ってくると混戦状態になるぜ。No, he isn't. But you got to watch Steve Crevier. Once he gets caught up with these guys. さあ、まもなくトップグループが第3コーナーへ。デュハメル、その後ろにトミー・リンチ。3コーナーのインナークリップをマークするか、アウトにスーッとだ。これはちょっとラインを外した。もうちょっとでキップが横に並びそう。このチャンスを生かしたのは28番の鈴木のターキントン。真後ろにもう接近をしている。さあ、リンチはちょっとペースを落としてキップとターキントンを抑えている。デュハメルは逃げる。ディフェンディングチャンピオンのトム・キップ。キップは現在のところ2位のポジションにいる。28番の鈴木のターキントンとの差を少しずつ広げようとしているんだが、ターキントンはその後ろにぴったりとこじついてテール2ノーズ。
続いてトミー・リンチ、スティーブ・クリベ、この2位から5位の4台の前には17番川崎のミゲール・デハメルがいる。デハメルは1位をキープしようとしている。マジオイさんが手塩にかけた川崎をうまく扱っている。完全に乗っている、乗りこなしている、レースを楽しんでいるって感じだ。第3コーナーを回っていくトム・キープ、相変わらずターキントンがピタッとテールにくっついている。さあターキントンがペースを上げた。リンチも来る。リンチは現在4位のポジションまで交代をしているが、2位争いの中ちょうどターキントンの真後ろにいる。少し間隔を空けてランディ・レンフロは現在6位のポジション。トム・キップのチームメイトキャメル・ホンダ。トップを行くミゲール・デハメル。さあこの川崎のアドバンテージはマジンチューンのエンジン以外にもちょっと幅広のリムを使っていることだ。だから少し太めのタイヤを使える。このクラス SS クラスは公認タイヤを使わなきゃいけないんだけど、ダンロップはこのリムに合うカスタムタイヤを開発したんだ。多分それでデハメルにとってはこのコースは走りやすくなってるんじゃないかな。さあ現在ランディ・レンフローがいよいよこのコークスクリューを下っていく。現在6位のポジション、セカンド集団を形成している。この6位のポジションのランディ、後半戦に非常に強い。レースを理論的に把握し1ラップごと各コーナーの10の1秒ずつ稼いでいく戦法を持っている。彼はウィロースプリングスのテストで走行中にひどい怪我をして、しかし素晴らしいカムバックライドをしている。AMA のトップクラスのライダーたちが相変わらずドッグファイト中盤戦。右回りの第3コーナーを2位、3位、4位、5位、トップのミゲル・デハメルをかけて駆け抜けていく。そして1位のデハメル、第4コーナーを回っていって、いよいよそのアドバンテージ、いやビハインドをしっかりと確認をした。ターキントンはキップの真後ろに相変わらず食らいついている。キップはフェニックスオープンの知り尽くしたコースで突然おかしくなったとしか言いようのない状況で転倒した。ここラグナセカのパドックでキップにどうしたのか、あのフェニックスは。ちょっと聞いてみる。Well, you had to bring up old memories, huh? Phoenix was really going well for us, and what happened was I got off to a really hot start and put about 5 or 6 laps on these guys really hard and trying to make some time up. And what I did is I cooked my front tire, and late in the race it kind of bit me, and Miguel seemed like he was making up a little bit of time on me, and I don't know what to say. It's hard to put words to those type of incidents. It's just one of those things that happens in motorcycle racing. Everything can be going great, and then all of a sudden your day's up in a pile of rubbish. さあキップはここでも順位を下げて現在3位のポジション。そしてターキントンはペースを上げてトップのデハメルを追いすがる。もうすでに射程距離内に捉えている2番手のポジション。さあトップグループはまたもや混戦状態になりそう。デハメルの取ったラインに従ってレコードラインを取ってターキントンとキップがぐんぐん近づいてくる。トップグループはトップ3でのドッグファイトに展開していきそう。トミー・リンチはそれにくっついていこうと必死だが、ちょっとマシンのコントロールが思うようにいかない。さあターキントンがデハメルの真後ろについた。まもなく第5コーナー。第5コーナーからイン側にラインを変えた。うまい、これはうまい。ターキントンがトップ入場、素晴らしい抜き方だ。ほとんどスピードを殺さずに、本当に一瞬のコントロールも失わずに。さあ逆に今度はおっとデハメルがイン側に入りそうになるが、第6コーナーから、そしてコークスクリュー手前。さあカナダの選手はフロントをロックさせても本当にビビりもしない。デハメルを見ていると分かるよ。ああいう状態の立ち直り方を知ってるんだな。あのタイヤは完全にロックをしてた。あれでコーナーに突っ込んでいく見事なリカバリーとしか言いようがない。さあ後方から黒のマシーン、ゼッケン4番が来る。クリビエがかなりペースを上げているより、まるで忍者のように忍び寄ってきた。さあ中盤戦から後半戦を過ぎてターキントンは持てる力の全てを出し切っている。なんとかこの強敵たちのリードを広げようと必死。しかしデュハメルの2位には甘んじていない。さあ混戦状態になってきたぞ。ゼッケン4番のクリビエもこのトップ争いに加わってくる。まもなく第3コーナー。デハメルイン側にラインを取ったデハメル。ターキントンは完全にブロッキングラインで綺麗なラインを取る。さらに後方からキップも来たが
第4コーナーを立ち上がる。さあキップが真後ろにいるが、キップはちょっとこの立ち上がりのピックアップで遅れた。さあトップグループはバックマーカーに少しラインを壊されながらそのサイドをすり抜けていく。スーパースポーツバイクを自分の手足の上に乗りこなしているターキントン。ターキントンの第6コーナーでのターン、このテクニックが素晴らしいバンキングだね。バックマーカーに挟まれながらトップグループはいよいよタイトなコークスクリューに突っ込んでいく。このマシンもタイヤも全て公道を走れる市販車。まあ彼らは本当のプロのライダーたちなんで、これだけのコントロールを見せるんだけどね。アメリカ各地のサーキットでは、ライダースクールをやっているんだ。自分のバイクを持ち込んでトップクラスのライダーが実際に教える。1年か2年経ったらブリット・ターキントンやミゲール・デハメルとレースができるかもしれないというシステムがあるんだぜ。そういうことを考えてみると、やはりこれだけ強い、うまいライダーが生まれても当たり前だね。さあ現在コントロールラインを通過するトップはターキントン、その後ろにデュハメル。まもなく1コーナーから2コーナーに差し掛かっていくが、デュハメルがもう一度このテールに食らいつくか。その後方ではキップ、リンチの後ろになんとクリベイが真後ろにつき始めた。黒いマシンがそうだ、そのクリベイがぐんぐんペースを上げている。トップグループは5台、ターキントン、デュハメル、そしてその後ろに3台、キップ、リンチ、クリベイと続く。ターキントンは先頭でペースをぐんぐん上げている。吉村鈴木のマシンをいいペースでトップに運んでいる。さあクリベイが前の2台を抜くには結構ハードだけどね。前の2人、キップ、そしてリンチ、2人ともきっちりと自分のポジションとラインを維持している。これはしかしクリベイがかなり猛チャージをかけてきた。さあターキントンがファイナルに向けてビハインドをチェック。デュハメルの位置、それに5番手にいるクリベイの位置、非常に気になっている。このラグナセカのコースは周回遅れ、バックマーカーを抜いていくのは非常に難しいコース。AMA チャンピオンシップレーシングシリーズ 600cc、 現在のところ終盤戦、28番の鈴木をコントロールするターキントンがトップ。その後ろには川崎、17番のミゲール・デハメル、さらにその後方には現在4位のポジションにクリベイが来ている。これはいいぞ。真後ろにいるターキントンの真後ろにいるミゲール・デハメル、まもなく第4コーナーへ。4コーナー、さあ横に並んだ、インナーのラインを取ってミゲール・デハメルがトップに浮上。これは前ラインを取るね。さあこれからターキントンどういう風に猛チャージをしていくか。現在のところトップはミゲール・デハメル、マジー・川崎。これから終盤にかけて当然のことバックマーカーも現れてくる。さらにその後ろではキップとクリベイが絡んでくる。先頭の連中を追ってくる。28番のブリット・ターキントンも猛チャージをする。いよいよこのファイナルラップにそれぞれが向けてドッグファイトを展開していく。さあキップとクリベイが向きになってこのトップグループを追いかけている。まもなくトップグループが第9コーナーに差し掛かっていく。おっとこれはバックマーカーのティモシー・キャム・ホールツが第9コーナーで大きくそれてコースオフ。デュハメルはちょっと外に膨らんだから、どうやらトップのデュハメルとラインが重なってしまったようだ。そしてターキントンがすでにトップに躍り出ている。デュハメルは2位にポジションダウン。そしてクリベイ、黒の川崎クリベイが現在3位のポジションにいる。デュハメルとクリベイ完全にテール2ので2コーナー、これから2コーナーを立ち上がっていくか。ちょっとデュハメルのペースがおかしい。ライディングのリズムが崩れているようだ。そうなるとクリベイがそろそろこのデュハメルに猛チャージをする可能性が出てくる。そして現在ホンダのトム・キップはずっと交代して現在4位のポジション。デュハメルはトップを奪い返してこのデビジョンで好成績を収めたいならばもう少し猛チャージをかけなくてはいけない。さあこのデュハメル、このクラスで優勝したのが1991年 600cc クラスでの優勝の後、1992年 AMA シリーズを離れてヨーロッパワールドグランプリシリーズに出場。今年戻ってきてこのレース目下成績は2戦全勝。ただこの 600cc クラスのスーパースポーツバイクに非常に強い。多分この 600cc クラスが非常に気に入ってるんだろうね。いろんなことが試せてスーパーバイクとは違ってやればやるだけやりがいがあるそうだ。ターキントンのピットクルー、なんとゼッケン4番のクリベイが2番手のポジションにポジションアップしているぞ。ミゲール・デハメルが3位のポジション。さあそのミゲール・デハメルが逆にこのクリベイを追っかけることになった。さあバックマーカーのスリップストリームに入ってまもなく1コーナーへ、ギリギリのラインでアウトから抜いていく。
その真横にはミゲル・デュハメル。さあデュハメルとクリビエ、タイヤをホップさせながら次から次へとコーナーをクリアして、2人ともこの ZX6 のブレーキング力を限界まで引き出して第2コーナーに入っていった。ターキントンはここから4台ほど前にいるが、第3コーナーに入っていくところ、クリビエはコースいっぱいに使っている。これはこのスーパースポーツバイクではとっても大事なこと。さあファイアストーンゲートをくぐってまもなく第4コーナーへ。コースをいっぱいに使ってバイクを思いっきりターンさせていく。こうするとスピードのロスは非常に少なくなる。1マイル1マイルを維持して稼いでいく。さあクリビエの後輪はホップしながらコーナーからコーナーへと駆け抜けていく。またねコークスクリュー。さあここでデュハメルがイン側から前に出た。デュハメルが前に出た。デュハメルがコークスクリューで抜かしてまた2位につけている。さあこのカナディアン2人本当によくトップファイトをする。レース以外でもすごく仲がいいし、いろんなことを話し合っているそうだ。でもレースになるとお互いに競い合う。いいドッグファイトで精一杯力を出し切っている感じだ。さあまもなく11コーナー、最終コーナーから、そしてホームストレッチ。さあブリット・ターキントンがトヨタゲートの下をまもなく通過する。白旗いよいよ最終ラップに突入。さあトップターキントンがまもなく2コーナー差し掛かってくるが、ほとんど等間隔でデュハメル、そしてクリビエ。ターキントンはラインをきれいにレコードラインに取ってまもなく2コーナーを立ち上がって、さらに後方にはゼッケン17番のデュハメル。デュハメルは真後ろにいるがじーっと様子を見ている。3コーナーを立ち上がってまもなく4コーナーへ。さあちらっと周りを見渡す。さあこれから5コーナー、このラインでもデュハメルはまだじーっと後ろにいる。少し間隔を置いてクリビエ、まもなく第5コーナー、そして第6コーナーヒルクライムに向かっていくが、まだデュハメルはじーっと見ている。クリビエもじーっと見ている。まもなくコークスクリュー。このファイナルラップコークスクリューからいよいよ急勾配を降りて第9コーナーへ。さあデュハメルはまだ仕掛けない。そして10コーナー、ブレーキングを遅らせた。デュハメルがトップに浮上する。これはいいラインを取った。ゼッケン28番のターキントン。ターキントン今度はイン側11コーナーイン側のラインを取った。なんというドッグファイト。まもなくチェッカードフラッグ。これはターキントンが前か。ターキントンがチェッカードフラッグを受ける。AMA Road Racing is brought to you by Kawasaki. Kawasaki, let the good times roll. And by Suzuki. Your Suzuki motorcycle dealer has the ride you've been waiting for and the financing to get it. And by your local Yamaha dealer who invites you to see their exciting line of motorcycles and ATVs. And by Honda Motorcycles, the leader in on and off-road fun. Come ride with us. And by Dunlop, the world's winningest motorcycle tire.ファイナルリザルトはターキントン、デュハメル、クリビエ、キップ、そしてリンチと続く。そして6位からはランディ・レンフロー。しかしこのクリビエの追い上げはすごかったね。6位から10位。It's tough to take, of course, because I don't think I shouldn't have lose that race, and it's really hard for me. I feel like that bit the team down, you know, but the Kawasaki Muzzy, you know, should have won that race, and it's a great bike, and.We'll just have to win all the rest until the end of the season now because I'm not too happy about losing this race. ミゲル・デュハメル、それほどがっかりしなくてもいいかもしれないね。3戦終了時点でデュハメルが君がまだ7ポイントリードしてるぜ。Pole position wasn't lucky for me this weekend, and you know, second place on the grid was, but you know, I like starting from the middle here. You know, I just didn't want the pole. That's all. 本当に負けたくないっていうのは伝わってきたよ。でもどうやってあそこで抜いたんだろう。I was pushing as hard as I could. I think we all, you know, were just riding the wheels off of these things and, you know, going past the limits of everything. But, you know, he came up underneath me in 10, and then I said, well, hell, you know, I'm just going to do a block stuff, you know, motocross style in 11, and, you know, and then deal with the drag race, and that's what happened, and hey, it paid off, you know. Racing's not a nice game. いやーしかしすごい11コーナーのオーバーテイクだったね。ターキントンおめでとう。デュハメル、そして 600cc 初優勝のターキントン、そして追い上げ素晴らしかったクリビエ。 600cc のトップ3、これで3戦終了したんだけど、まだまだドッグファイトは続くぜ。
Alright, this is AMA Super Sport 600cc.